こんにちは、まみくさんです。2025年新しい年になりましたね。新年のご挨拶をするにはちょっと遅くなってしまいました。本年もよろしくお願いいたします。新しい年の最初のテーマは何をしようかなというふうに考えていまして、今回は使ってよかったアイテムを何点かご紹介しようと思います。以前にもこのようなことをしたと思うんですが、その時はスイスの田舎で生活をしていながら、買ってよかったもの、使ってよかったものを、いろんなジャンルでご紹介したと思うんですけども、今回は、美容と健康に絞っていこうと思います。それも長年使い続けているものではなくて、最近加えることで変化があったものをご紹介しようと思います。最初にご紹介するのはお梅を発酵させたものです。体のデトックスや腸活向けの製品になります。こちらシェアオリジナルで、こちらは以前も動画の中でご紹介したことがあるスイスで15年以上お世話になっていて、そして信頼をしている美和子さんのベッキスのサロンでお取り扱いされている商品になります。で、サロンのニュースレターに紹介されているのでちょっと読んでいきますね。メガネがないと見えないので、シェアオリジナルは、契約農家で丁寧に栽培され手作業で収穫された高品質な果実を特別な果汁エキスにつけて30ヶ月熟成させたものなのですが、なんと80種類ものプロバイオテクスが含まれており、腸活、全身の健康と美のために非常に有効です。で、プロバイオテクスというのは適正な量を摂取した時に有用な効果をもたらす生きた微生物、その代表的なものが乳酸菌と書いてあります。1週間ぐらい便秘に悩まされている方でも解消されると言われているんですね。私は特別便秘症ではないんですけれども、腸活に良いということでとても魅力に感じたというのと、マルコの早朝のシフトが続くと彼は出すタイミングを逃してしまって便秘に悩まされているんですよ。それでお値段はちょっとしますけれども試してみようと思いました。で、1日に摂る量はこの小さな多めの3分の1を、夜寝る前にかじり水分をたっぷりとって寝る。ですごいんですよ。翌日朝は目覚めとともにトイレに駆け込むという状態になります。日によっては1日に何回か催したりもします。なので本当に腸が一気にきれいに掃除された感っていうのがあるんですね。シェアオリジナル、こちらの袋の中に30個入ってるんですね。なので毎日取ったとしても3ヶ月持ちます。で、私は毎日ではないんですけれども、今日は食べ過ぎたなと思った日の夜に、梅の3分の1をかじり、その後白湯を用意してベッドの中でゆっくり飲みながら過ごしています。で、マルコは基本サプリ的なものは取りたがらないんですけれども、こちらはドライフルーツのプルーンみたいだなと感じたのか素直に受け入れてくれました。で、効果がとてもすごいので今では進んで取っているようです。で、早朝のシフトが続いても便秘に悩まされることがなくなったみたいです。腸活って大事ですよね。ぜひ皆さんに試してもらいたいなと思った商品です。はい、次のアイテムはサテンジの枕カバー、2種類使っていまして、一つはこちらのシャンパンゴールドのような色の、
読み方がわかんないんですけども、キッシュかな、キッシュサテンピローケースで、もう一つはパーリーな白い、私の大好きなコスメブランド RMS ビューティーが出している、シルキースムースピローケースです。で、使うきっかけとなったのはこっちのキッシュの方になります。去年の秋頃やたらとインスタでこのキッシュのサテンの枕カバーに変えたら肌荒れが改善されたとか、朝の寝癖がなくなったというようなレビューをしている広告が目に留まったんですね。で、ちょっと気になってサイトを覗いてみたら、サテンの枕カバーは寝ている間肌や髪の摩擦が少なくダメージを受けにくいというようなことが書いてあったので、ちょっと試してみようかなと思って購入しました。で、去年の里帰り動画見てくれた人覚えていますかね。夏の一時帰国中に美容院に行った際に、こんなボロボロな髪の人日本にはいないぞというふうに叱られたと語っていたんですけれども、本当に頃多分セルフで長いこと白髪染めをしていたっていうことで、かなり髪が傷んでいてバッサバサで絡むし櫛も通らないという人生で一番髪質が悪い状態だったんですね。それでも髪を伸ばしたいという気持ちが強くて、あれからシャンプーの方法を見直したり、ヘッドマッサージ、頭皮マッサージを一生懸命したりしていろんなケアを頑張ってきました。で、その髪質改善の一つとして、枕カバーもサテンのものに変えてみようかなというふうに思ったわけです。で、このサテンの枕カバーに変えてから本当に朝起きた時に髪の毛が絡んでいないようになったんですよ。前はなんかもう擦れてドレッドじゃないけれども、もうこう絡まってくっついてるみたいな状態のことが多かったんですけれども、今はもう朝起きても割とサラサラしてて、ブラッシングすればもう髪の毛セットしなくっても大丈夫ぐらいの状態になりました。で、髪以外にも寝てる間によく綿の枕カバーだと枕のカバーの跡が朝起きたら顔についていて、それが一日中残っているなんていうことたまにありませんか。そういう心配がなくなりました。もう本当にサラッサラなので肌には跡がつかないんですよ。で、クリスマス後のセールの時期に大好きなコスメブランド RMS ビューティーの公式サイトでこちらのシルキースムーズピローケースが売られていることに気づいて、こちらも試しに購入してみました。ジッパーがないのがちょっと残念なんですけれども、こちらの方がクオリティがいいような気がします。実は、今から紹介するものは家族に隠れてしていたものなので、動画で紹介しようかどうかちょっと迷ったんですけれども、この中に入っています。カレントボディスキン LEDライトテラピーフェイスマスクシリーズ2というものです。ちょっと名前が長いので確かじゃなくなってきましたが、じゃーん、こちらです。なんじゃこりゃ。で、なぜこのようなマスクを知ったかと言いますと、ここスイスにいる日本人のお友達と前に美容と、老いとのような話を、女子にはよくあるテーマなんですけども、そのことについて話が盛り上がっていた時に、そのお友達が日本に一時帰国した際に、
日本のお友達と久しぶりに会ったら驚くほど肌が綺麗だったので、何を使っているか聞いてみたところ、このマスクだったというのが分かったので、彼女も購入を考えているということで、考えているというか、迷っているというような話をしてくれたんですね。それでこの存在自体を知ったんですけれども、調べてみると結構お値段がするので、簡単に購入を決められないねというところで話は終わったんですよ。この年になると朝起きて、毎日鏡に映る自分の顔っていうのがもう状態が違うんですよ。今日はすごくたるみが感じられるなとか、むくんでるなとか、今日は乾燥しててシワシワしてるなと、こんな毎日なんですよね。で、最近ではそれに加えて、夏にたくさん日差しを浴びたせいなのか年なのかで、顔中に今までに見えなかった細かいシミが浮き出てきたりもしてるんですよ。で、そんなんでちょっと何かしないとこれはまずいというふうに、考えまして、彼女とその話をしていた時から随分日にちが経った頃、すっかり存在も忘れていたんですけれども、はっと思い出して、この LED マスクなんですけれども、 LED マスクについていろいろと調べ始めました。で、調べていくうちにこちらのブランドは割と高額なんだけれども、他のブランドに比べて信用ができるんじゃないかなということが分かってきました。では、なぜ購入にまで至ったかと言いますと、たまたまこの製品について調べてる日のタイミングが良かったんですね。カーレントボディは年に1回 20% オフのクーポンが使えるという時期があるらしくて、たまたまそのクーポンが使える日の最終日に当たってたんですよ。確か12月3日だったと思うんですけれども、調べると100フランぐらい安く購入できるということで、今購入しないときっと買わないだろうなと思って勢いでポチりました。11月は私の誕生日で、もうすぐクリスマスも来るなと思って、自分へのご褒美として購入しちゃいました。LED は傷の治療や筋肉の修復、炎症を抑えるなど、細胞が持つ修復プロセスを刺激できるということが発見されました。医療やはもちろんのこと、美容業界へもその技術が広まり、シミやシワ、そしてニキビなどの治療目的として活用されています。LED にはいろんな色の光のものがあり、私が購入したカレントボディのフェイスマスクシリーズ2には、アンチエイジングに効く赤色の LED 電球が236個ついています。新製品であるシリーズ2は236個の LED 電球からなる新しい独自のレイアウトは臨床的に認められた波長で、赤色 LED と近赤外線 LED と新しい深部近赤外線を放射して肌の深層へアプローチするスキンケアデバイスです。シリーズ2にはそれぞれに品質保証書がついてきます。すべての LED ライトの波長が規定の数値を出しているかテストされて、基準を達した LED のみを使用。とても安心ですね。それでは実際こちらのマスクを使っている様子を今から、お届けします。朝起きたての状態なのでちょっとひどい顔をしていますが、どうぞご覧ください。おはようございます。こちらのマスクは朝余裕があるときは朝の洗顔後にやり、もしくは夜メイクを落とした後によくやっています。今日は朝なんですけれども、これからシャワーを浴びるのでその後やっていこうと思います。今朝の顔は
全体的にすごくむくんでいるので、トリートメント後には少し改善されると良いです。それではシャワーを浴びてきます。はい、目の位置を合わせて装着します。で、ベルトがこの後ろとあとこの上の部分で調節できるので、顔や頭に合わせて装着できます。はい。で、スイッチは長押しすると、はい、ライトがつきました。で、自動的に10分経つと電源がオフになるので、やりすぎたりやり足りなかったりすることはないので安心です。で、後ろにクリップがついてるので、こう止めると手が自由なので、何かをしながら10分待つことができます。はい、では10分待とうと思います。で、このバスルームの私の目の前には、窓があって、今太陽が結構差してきたので、赤いライトがよく見えないかもしれないんですけれども、全体的に真っ赤なライトがついてるはずです。で、こちらシリーズ2になるんですけれども、以前のモデルよりはだいぶつけ心地が改善されたということらしいんですが、私としてはこの鼻の頭に当たるっていうのが結構不快なんですよね。で、この目の周りの黒いシリコンゴーグルって言われてるものは取り外しが可能なもので、こちらがついてきたのは目が眩しいと感じるのを防ぐためのものらしいです。でもちょっとこう圧迫感があるんですよね。取り外しが可能なので、この圧迫感がとっても気になる日っていうのがあるので、その時は外してつけています。このシリーズ2をお持ちの方、この感覚は良いものなのかっていうのを教えてほしいんですよね。ベルトを締めすぎてるというわけではないと思うんですよね。これより緩くすると落ちてきちゃうので、多分こういうものなんじゃないかと思うんですけど。こちらはシリーズ2に止まりましたね。どうでしょうかね。少しむくみは取れたんでしょうか。いつも終わった後、結構やる前と後では目が開いてる感じがあるのと、あとマリオネットラインっていうんですか、この辺のたるみが少し改善されてるような感じがあるんですよね。で、一番変わったことっていうのが、1年ぐらい抱えていた唇が荒れる問題。よく口の脇が切れてて大変な思いをしていたんですけれども、それがいつの間にか治ってたっていうのが一番の変わったことです。はい、スキンケアとメイクを済ませて、そして髪も乾かして、いつものマミクさんとなって戻ってきました。化けますよね。やはり50代の朝の顔というのは見られたものではないですね。今回だけの貴重な映像ということでよしとしましょう。で、いつもはメイクを落とした後、夜にこのトリートメントをするんですけれども、なのでちょっと気がつかなかったんですが、先ほどトリートメント終わった直後というよりもしばらく経ってからの方が目がすっきりしてくるっていうことに気がつきました。メイクをしてるっていうのもあるんですけれども、直後よりもだいぶ目がはっきりしてると思います。で、さっき少し触れましたが、今回のこの1ヶ月の効果として一番変化を感じられたことっていうのは、1年間辛い思いをしていたこの唇の荒れっていうのが改善されたっていうことですね。もともとは、
花粉のシーズンから唇がデリケートになって荒れ始めたので花粉症かなというふうに思っていたんですけれども、そのシーズンが終わっても繰り返し口の脇が切れるっていう症状が続いたので、もしかしたらこれは更年期の症状なんじゃないかなというふうに思い始めました。刺激物、酸っぱいものとか塩辛いもの、ピリピリと辛いもの、そして、食材でもトマトなんかを、本当にトマト大好きなんですけども、トマトを食べるともうすぐ反応して唇がヒリヒリしてきて、挙句の果てには脇が切れるっていう。で切れ始めると1週間ぐらい続いて、で治ったなと思うとまた2週間後ぐらいからまた切れ始めるっていうのを繰り返してきたんですね。結構辛くていつもティッシュを抱えながら食事をするっていうような日が続いていました。で先日と言っても11月の11日の11時に歯石を取る予約をしていたんですね。でその際に口をずっと開けているのは辛いだろうということで、歯科衛生士さんが唇たっぷりにバセリンを塗ってくれて、治療をしました。でその歯科衛生士さん、私よりも年上な方で、この症状は更年期の症状だよっていうふうに教えてくれました。で12月の3日に注文して、その後届いたこちらのマスクを1ヶ月続けることで、気がついたら症状がピタッと止まっていたんですよ。でこれが一番びっくりした効果でした。もともとは顔のたるみやシミを取りたいっていうことで購入したんですけども、考えてみれば LED というのは傷の治療のためにも使われているものなので、こういった唇の荒れや切れるっていう点が治療されたっていうことはとても良かったことだと思います。でこれから先また春になると花粉のシーズンがやってくるので、またこの症状が出ないようにこれからずっと続けていきたいなと思っています。で唇の治療はもちろんなんですけれども、もともとの目的はアンチエイジング、この顔全体のたるみ、目の下のこのたるみをはじめ、ブルドッグのような皮膚のたるみが少しでも改善されないかなというふうに期待をしています。あとは顔全体に細かいシミが浮き出てきているので、その辺も少しでも薄くなってくれないかなというふうに思っています。でこのトリートメントは洗顔後、スキンケアする前の真っさらな肌に、装着をして10分待つだけという作業なので、飽きることなく続けられるんじゃないかなというふうに思っています。また大きな変化が見られたら報告しようと思います。次はコスメになります。RMS ビューティーのリビングルミナイザー。こんな感じです。でこちらは、練り状のハイライターになります。RMS ビューティーは大好きなブランドで、かれこれ10年ぐらい使い続けています。でメイクアップアーティストのローズマリー・スウィフトさんという方が立ち上げたクリーンビューティーコスメブランドになります。今でこそいろんなアイテムが出ていますが、当初は全部こちらのガラスジャーの中に入った練り状のものしかなかったです。いかにもメイクアップアーティストさんのコスメだなっていうふうに思ったのを覚えています。アンカバーアップというクリーム状のコンシーラーのようなものと、リップにもチークにも使えるリップトゥチーク、そしてこのルミナイザー、リビングルミナイザー、この3種類ぐらいだったんじゃないかなと思います。この10年間新製品が出てはちょこちょこ手を出して
来ましたけれども、一周回ってまたこのリビングルミナイザーへ戻ってきました。このルミナイザーの良いところは、色がつかなくてツヤだけを与えてくれる。メイクでツヤっぽくしてるっていう感じではなくて、肌そのものがツヤっぽい人に見せてくれるんですよ。そしてココナッツオイルベースなので乾燥知らずなんですよ。こちらのリビングルミナイザーは普段は仕上げに塗るというよりもファンデーションを塗った後アイシャドウやチークをする前に塗ります。今日はもう他の部分は全部メイクが済んでいるので仕上げにつけます。でまず鼻筋全体でちょん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 とこう細く塗っていきます。で唇の上と下、そして目頭と鼻の横を通って頬骨の内側、鼻の横ですね、そこを三角ゾーン的に塗ります。ツヤっとしましたよね。反対側も目頭から鼻の脇を通って頬骨の内側、頬の内側ですね。顔の中心がふっくらするように光を与えます。ハイライトはよく頬骨の上に塗ると言いますけれども、この年になるともうこの部分が結構出てくるので、それを強調させないためにも顔の中心に光を与えます。こんな感じです。はい、以上4点使ってよかったアイテムたちをご紹介しました。何か気になるアイテムはありましたか？よかったらコメント欄に感想など残していただけると嬉しいです。ご紹介したアイテムのリンクは概要欄に貼っておきますので、よかったら覗いてみてください。チャンネル登録まだの方よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。まみくさんでした。